いつもご覧いただきありがとうございます。今日はオピネルの研ぎ方についてお話ししたいと思います。これは先ほど届いたステンレス鋼のナンバー8、持ち手はオリーブウッドを使っているものです。そしてこちらはこれまで使ってきたカーボンスチールのナンバー8ですね。同じ大きさです。このお盆時間があったのでこんな形に研ぎ直してみました。随分形がシャープになっていると思います。これの切れ味はこんな感じです。そしてこちらが新品のステンレス鋼のオピネルです。開けてみます。結構これは硬い感じですね。で、ロックします。これで新聞紙を切ってみます。この部分に光があるんですね。今ちょっと白くなっている部分。ここに小さなチップが感じられます。で、他にも小さなチップがたくさん肉眼では感じられるんですね。ですので刃はきれいには整っていないということになります。で、これを研いでいきます。こちらの斧ですけども、この数本前の動画で木の小割りをしてきた斧ですね。昨日少し研ぎました。刃先だけをちょろっと研いでストロッピングしたものです。こんな感じの切れ味になっています。そしてこの斧なんですけども、新聞紙が切れるぐらいまで刃先を研いでしまうとすぐに欠けるというような感覚をお持ちの方が多いと思うんですけども、それは違うと思います。要はこの斧の扱い方次第なんですね。例えばこの巻き割り台に砂粒があればすぐにチップします。ですので、砂粒が乗っているようでしたら、こういうふうに事前に払って、斧を扱えばチップすることはまずないと思います。一つの目的を達成するために、これが大切な相棒ということになります。ですから、丁寧に扱います。それではこれから研いでいきます。今日使う耐水ペーパーは、800番、1500番、そして3000番。この3種類で研いでいきます。引っ張るように貼ります。しっかりロックして研いでいきます。それでは研いでいきます。よくこの角度が揺れるという人いますけども、これはこの握りですね。こことここの押さえによるテコですね。それでこの手首も安定するということです。緩んでると不安定ですけど、力をグッと入れると手首も安定してくる。これを乗せることによって自分の体も安定して、研ぎも安定するということになります。
今の研ぎでこんな感じで当たってます。こういう風に自分の研いでるところを確認しながら修正していきます。自分の研ぎ方をですね、修正していきます。今先端の方を研いでみました。ヤスリが当たっているのがわかると思います。根元の方はこの辺り研げてないですね。当たってないですね。今ここを重点的に研いでいます。当たってきましたね。ここ研げちゃいましたね。ということは、こういったこの辺りが研げていたということになります。だいぶこちらの方まで来ましたね。研げてるところ、研げてないところはよくわかると思います。こういうふうに確認しながら研いでいきます。そしてこれはそんなに強くは押し当ててないです。この手の重さが乗っかってる、そんな感じです。今この刃先が研げているのが光の加減でわかると思います。オピネルはここが研ぎにくいんですね。こういうような形にして研ぎます。ここにまくれ張りをだいぶ感じるようになりましたので、今度こっち側研いでいきます。この辺り研げてます。この辺りも研げてます。この辺りが研げてないです。だいぶ研いだんですけども、この辺りが当たりにくいですね。こちら側にまたまくれが出たので、そのまくれを取ったらば1500番に上げていきます。
これで800番は終わりにします。次は1500番ですね。これで研いでいきます。これから刃先を研いでいきます。この部分ですね。今この辺を研いでいました。これからはここから先端にかけて研いでいきます。で、切っ先に行くに従ってオピレのお尻が上がっていってます。そして今下がってきてます。今緩やかなカーブのところを研いでる。そういう意識ですね。切っ先の方に行ってます。お尻上がってます。また降りてきます。今度は裏を研ぎますね。この時は前に押す時にクッと研いでます。引く時はスです。こういうリズムです。そしてこの時はオピネルのお尻が上がってます。前に行くに従ってお尻は降りてきます。こういう感じですね。で、今度はこの辺りを研ぎます。ですので、お尻が上がる量は少し減ります。それでもやっぱり、この辺りに来てるときはお尻が上がってます。で、だんだん前に行くに従ってお尻は下がっていきます。この辺り研ぐからですね。そしてもうちょっとこの辺りです。この辺りはあんまりオピレのお尻は上下してないです。でも微妙にやってます。で、この辺りに来るともう真っ平らなんで、オピレのお尻の上下はしないです。で、この角度、オピネルは20度って言われてるようですけども、この辺りは自分で研いでいくうちに判断すればいいんじゃないかと思います。慣れた後自分のニーズですかね。スムーズに動かさなくてもいいと思います。刃先をしっかりとイメージして動かせば良いと思います。これで1500番が研ぎ上がりです。そして次は3000番の耐水ペーパーで研ぎます。今刃先を研いでます。面ではないです。この側面ではなくて刃先を研いでます。この刃元が研げましたので少し状況を変えます。引くときに軽く研いでます。で、前に押すときはスですね。研いでます。スですね。
今この辺りを研いでます。この辺りを研いでいきます。刃の動きは自由でいいと思います。要は刃先を意識して研げば良いと思います。もう仕上げなんでね、こんな感じで良いと思います。そして整える意味合いで今度は裏面研いでいきます。今この辺りを研いでいきます。今この辺りですね。こちらになります。これで3000番の研ぎは終わりになります。次はストロップですね。これはマイクロファイバークロスといってメガネ拭きですね。メガネ拭きの布を使っています。それにプラチナ用の研磨剤、これを使ってストロップしていきます。そして音をよく聞いてみてください。こういう音してます。このストロップの場合はしっかりとこすりつけてます。ストロップすることによって3000番の回数ペーパーの傷ですね。それが滑らかに仕上げられたということになります。ですので切る時の音がとても静かになります。こんな感じですね。これで研ぎ上がりですね。そしてオピネルの使い方としては、この辺りを当てる、この辺りを当てる、この辺りでだいたい手前に引いて、
切ると思うんですね。ですので、この辺りから刃元の方にかけては、それほど刃が潰れるようなことはないと思います。潰れるのは、例えばまな板に当たっているこの部分ですよね。この部分が刃が潰れやすいと思います。ですので、メンテナンスとして研ぐ場合には、この辺りを研ぐ必要はないかもしれないです。ですので、この辺りを研いでいく。この辺りを研ぎながら、この直線的なラインに上手にこの辺りをなじませてあげる。そういう研ぎ方がいいんじゃないかと思います。ただいま研ぎ終わりました。